ご理解第15節。氏子が誠から用いるのは神も比例じゃが、寄進勧業して氏子を痛めては神は喜ばぬぞ。真心から御用させていただく、用いると、神の比例がどのように氏子の上に響いてくるかを、今日親教会の月並祭に参拝させていただいて、親先生のお説教の中に、久留米教会の総大内田さんのことを聞かせていただきました。毎日のご検日は自身の健康、血圧が非常に高いのため、商売繁盛のため、それに次の記念祭を目標に相当額のお供えがある。もしその額ができぬと、その日の食事を細めてそのことに打ち込まれる。最近ではあちこちの教会に来られてお話に回られる。大祭等の時は前日から親子でお店を休業してご用をいただかれる。ご本部には月参りが幾十年と続いている。もちろん商売は大繁盛のおかげをいただいておられる。最後に内田さんのお年を聞いていよいよ感動いたしました。あのように若々しくしておられますが、74歳になられるとのこと。これこそ誠から用いていられる印だと思いました。私どもの御用の内容をもう一度確かめてみる必要があります。今朝は少し変わったことをいただきました。というよりか、基本的なことかもしれません。御用の内容を確かめてみる必要があります。というような感じでしょうかね。その信心の内容を確かめてみる必要があります。といったような、その基本的なことであるように思います。日産、調教、信行、信行、家業の行と言われます。教えに取り組む、心を磨く。そういう信心の稽古というものがあるのですけれども、まず第一にというのでしょうかね。ついつい私どもが忘れてしまいがちなというのでしょうか。特に信心を始めた頃、忘れてしまうことがあります。それは普通の言葉で言うと瞑想というのでしょうか。よく座禅を組んで瞑想をいたしますね。いたしたりいたしますが、その瞑想ということ、それがただ瞑想というのではなく、心を神様に向けての瞑想をすると、祈りとも言えるのかもしれません。意外とその祈るということができていないことがありますね。毎日決められた時間、朝なら朝起きて、夜なら夜でもその休む前、とにかくそのひとときを5分でも10分でもいいから神様の前に座って、そしてそこで心を神様に向けて瞑想をさせていただく。これが案外できていない人が多いというのですね。確かにご神前で柏手を打って手を合わせる、拝思信行をして、いわばそういう信行をする。しかしその心を静かに落ち着けて、心中記念のひとときを待つ。それも1分とか2分ではなく、もう少し長く、5分とか10分とか、少し長めの心中記念の時間を待つ。
それがご神前でついついうとうと眠ってしまうということがありますけれども、それはそれでも構わない。とにかく神様の前に出て、心を落ち着けて、そして神様に心を開くとでも言うのでしょうかね。神様に心を向けて瞑想するとでも言うのでしょうかね。その中でいろいろなことを神様にお尋ねをするのもよい。また神様にお願いをするのもよい。とにかく神様との会話の時間を持つと、心静かに神様に語りかける時間を持つと、それもまとまった時間ですね。ただ柏手をして、いわゆる神社に行って柏手をしてパンパンと手を叩いてお願い事をして、それで帰ってくるというのではなく、いわゆるやっぱり瞑想的な時間ですね。そういう時間を持つのだと。それが一つの信心の稽古の一つだと。神様からそれこそ何かお知らせをいただきたいという思いでも瞑想をさせていただく。どうぞ神様、このことについて教えてくださいというような感じでしょうかね。そういう一日のうちに、それが毎日続けられることが大切だと。毎日5分なり10分なり、神様に静かに心を向けて心中記念をする、瞑想をする、神様に語りかける、また神様からのご返事を待つ、そういう時間を持つ。そこがまず第一歩だと。神様との交流の第一歩だというのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。